にちは。こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。もう今年も早いもので6 months 6ヶ月が過ぎて、今日はもう7月です。早いですね。 Already July. Oh my goodness. ということで、まず一発目はですね、オレンジカウンティにちょっと用事があるので、その前にちょっとせっかくなのでね、オレンジカウンティのエルメスに行ってみようということで、ここで今日は下半期の一発目のエルパトをしてこようと思います。 Beautiful day in Orange County. It's our first time visiting the store. We'll let you know what that looks like. Let's go check it out. Check it out. エルパトしてきました。まずですね、店舗に行ってみたら列があったんですよ。4組ぐらい並んでいて、5分から10分ぐらい待ちました。そしてお店の中に入ったらすぐに SA さんについてもらって、でお買い物を始めたんですけど、まず私は今年サンダルが欲しくてオランのサンダルを持ってきていただいて、でその後、私が欲しいエンパイアサンダルっていうのがあるんですけど、それのブラウンみたいなカラーをお願いして、彼はストックをチェックしに行ったんですけど、で結果ありませんでした。他に何かお探しですかということで、ハンドバッグはどうですかと聞いてみたところ、もう全然ダメもうなんかストックを見に行く様子もないし、全く。そもそも SA の方がね、私はもう本当にたくさんのクライアントさんを抱えているので、まずその方たちがバッグが行き渡ります。でももうその列も長すぎて、リクエストすら一切受け付けてないと言ってました。じゃあもうほぼ厳しいんですねって言ったら例えばその彼のクライアントさんの中からバッグが到着します、で本体見ます、でその人たちがパスって言った時にたまたまお店にいて、バッグありますかっていうことでそのバッグをお出しすることはありますって言ってたので、バッグを探していたらちょこちょこお店には行った方がいいよとのことだったので、もうそういうタイミングがあればありだとは思うんですけど、正直ですね、私たちロサンゼルスに住んでてビバリーヒルズの方が近いんですけど、ここオレンジカウンティで、オレンジカウンティよりかはやっぱりビバリーヒルズの方がチャンスがあるのかなと思いました。でもね、今日は用事があったので、せっかくだったらエルパトしようよということで、こちらのコスタメサの店舗にやってきました。そういう感じですね。ただもう本当にハンドバッグはとても厳しいと言っていました。いい経験でした。お腹が空いたのでランチに行こうと思います。では。
今私はパリのエルメスの本店前にいます。今回夏のヨーロッパに10日ほど家族と滞在していて、で特に今回は私の妹がねピコタンが欲しいということで、ちょっと家族でずっとエルメスのね抽選にアプライしていたんですけど、全然当たりませんでした。で2回ほど聞きましたね。キャンセルありませんかって言ったら、もうやっぱりもう今日は厳しいっていうことを言われ続けました。今8月なんですけど、結構在庫も少ないっていうのもありますし、エルメスのアルティジャンの方、革の職人さんたちもね夏のバケーションに入っているということも関係していて、やはりストックが少ないということもあるのか、かなり厳しい感じでした。レザーデスクの横を通った時にピコタンをお願いしますって言ってる方がいらして、その方の SA の方が22センチしか今日はもうありませんということだったので、ピコタンもかなり人気みたいで、ちょっとストックがないということでした。以上ですね。かなり今回は厳しかったです。また次回来た時にね挑戦しようと思います。それでは。今私はパリのシャルル・ド・ゴール国際空港にいます。で今からイタリアのフィレンツェに向かうんですけど、今日はですねターミナル 2F に来ているんですが、エルメスをね見かけたので、ちょっとこれからエルパトをしてこようと思います。また報告します。エルパト行ってきました。すごく優しい SA の方が担当してくださって、まず私はケリーベルトを探していたんですけど、お目当ての色があったんですが、ちょっと金具の色がね希望通りじゃなかったので見送りました。今結構ねケリーベルトも手に入らないっていうことをよく耳にするので、ちょっと迷ったんですけど、やっぱりベルトはね金具の色は結構大事かなと思うので、今回は見送りました。ハンドバッグはミニエブリン昨日入ってきたって言ってましたね。ゴールドの、TPM 即昨日入ってきて売れたということでした。そしてちょっと私の妹がねピコタンを探しているんですけど、ピコタン聞いてみたら先週入ってきたって言ってました。黒だからノワールですよね。でもやっぱりそれもすぐ売れちゃったということなので、コンスタンスはどうなのって聞いてみたんですけど、コンスタンスも定期的に入ってくるようなことを言ってました。なんか私は結構 2E から飛ぶんですけど、 2F のターミナルいいですね。とてもSA の方も親切で、ハンドバッグも結構定期的に入ってくるっていうことをおっしゃっていたので、もし 2F に立ち寄られる方はぜひエルパトしてみてください。それではフィレンツェに行ってきます。のシャルル・ド・ゴール国際空港のターミナル M にいます。ちょっと今から日本に帰るんですけど、エルパトをしてこようと思います。行ってきます。今エルパトをしてきました。結果的に言うと結構ターミナル M は在庫があります。もうスカーフとか、靴も結構ね普通にサイズ出てくるし、在庫はふんだんにある感じでした。ハンドバッグはなんか担当してくださった SA さんがさっきピコタンの18赤のピコタンを売っちゃったって言ってました。惜しかったなという感じはするんですけど、なんか結構頻繁にハンドバッグは入ってくるようなことを言ってました。エブリンの TPM も今朝もう売れちゃったということだったので、お昼の12時半を回っていて、空港はね朝7時から開いているので
朝早いフライトの方なんかは結構ここはチャンスがあるんじゃないかなと思います。それでは行ってきます。こんにちは。今ベトナムのハノイに来ています。でちょっとね今時間があるのでエルパトをしてこようと思います。行ってきます。エルパトしてきました。で結果から言うとバッグはピコタンをちょっと今探していて、でピコタンなんですけど米ドルで3000ドルを使えるんだったら全然出しますということで、どのサイズがあって何の色があるのって聞いてみたら、ピコタン18のビスケットというカラーと、ローズ桜はストックがあるということでした。バーキンとケリーですよね。ストックを聞いてみたらバーキンケリー両方ストックがありました。ただやっぱりそのヒストリーが必要ということで、当日オファーだとどれぐらいですかって言ったら、米ドルで35000ドルが出せるんだったらバッグオファーしますということで、じゃあ今日はどんなバッグがあるのって聞いてみたんですけど、バーキン30のノワールのボックスカーフ、ゴールド金具だったかな、シルバーだったかな、写真見せてもらったんですけどどっちかわからない感じの色でした。バーキン30センチはボックスカーフのノワールが在庫があるということでした。でケリーは25センチの、グレアっていう色ですかね、グレーがかった色の25センチがストックがあるということでした。ただねその35000ドルを使ったらそのオファーはできるということでした。以上です。こんにちは。今私はちょっとだけ日本に帰ってきています。ちょっと用事があって愛知県の名古屋市に来ています。時間がそんなにないんですけど、せっかくなのでエルパトをしてこようと思います。名古屋市には3つのエルメスがあるそうです。どれだけ今日回れるかわからないんですけど、できればね3店舗ほど回ってみたいなと思っています。またねアップデートします。それでは行ってきます。本日1店舗目は、三越のエルメスの店舗に来ています。がしかしですね、今日は日曜日ということもあって午後3時を過ぎているんですけど、お店の前に到着したら、約10組ぐらいの方がもう並んでいたので、ちょっと三越は諦めようと思います。で今から松坂屋の方に向かいたいと思います。行ってきます。今松坂屋にやってきました。お店の前には3組ぐらいしか並んでいなかったので、松坂屋はちょっと入ってみようと思います。それではまた報告します。今松坂屋のエルメスでエルパトをしてきました。待っている人の数がもう3組ぐらいだったんで5分ちょっとで入れました。販売員の方は結構親切な方で、いろいろちょっと気になるアイテムがあったので在庫を聞いてみたんですけど、ケリーベルトが1本、でもちょっと私が欲しい色じゃなかったのでパスしました。そしてスカーフなんですけど、結構種類や数も豊富にありました。ハンドバッグは、ちょっと今日はどんな在庫がありますかとお聞きしたところ、ボリードの25センチのネイビー系のカラーがありますということで、今どなたかが見ているみたいで、次興味があればっていうことだったんですけど、ちょっと今日はボリードを探していなかったのでパスしました。最後もう1店舗エルメスを回ってこようと思います。行ってきます。JR 名古屋高島屋のエルメスに立ち寄りましたが、
用事をしていたら閉店間際になってしまって何もありませんでした。以上が名古屋でのエルパトでした。今日はねちょっと銀座の方に来ているので、せっかくだからねエルパトをしてこようと思います。またお知らせします。エルメスの銀座メゾンに行ってきました。結果から言うと、私はちょっとケリーベルトを探してたんですけど、ケリーベルトは1本もなかったです。もう大変人気ということでした。でもバッグもフリーだともう全然っていう感じで、トートバッグは購入可能ということですぐ見せてもらったんですけど、パスしてきました。以上です。今ね表参道に来ています。せっかくなのでね、今からエルパトしてきます。また報告します。今表参道のエルメスでエルパトしてきました。結果なんですけど、ちょっとケリーベルト探してるって言ってたんですけど、クロコダイルのものがあるって言われて、ちょっとクロコダイルは探してなかったのでパスしました。そしてハンドバッグなんですけど、今日アルザンが1つとピコタンが1つ入荷してたみたいです。もちろんね瞬殺で売れたって言ってました。ちなみにピコタンの色はゴールド、サイズが22センチということでした。ちなみにちょっとシルバーアクセサリーが気になってたんで在庫確認したんですけど、シルバーなんかすごい出てて、今ストックがほぼないって言ってました。夏だしシルバー人気ですよね。以上です。最近行ってきたヨーロッパ旅行でパリに立ち寄った際に予期せぬ出会いがありました。なかなか出会えないケリー25センチのエプソムレザーゴールド金具のバッグに出会えました。詳しいお話はこちらの動画でしているので、興味がある方はこちらをご覧ください。それから最近行ったヨーロッパ旅行でピコタンも購入することができたので、一旦今年探していたものには出会うことができてラッキーでした。下半期の前半は全然出会えませんでしたが、本当にタイミングは重要だと思いました。それから以前メキシコシティに行った時にウィッシュリストに登録させていただいたというお話をこちらの動画でしましたが、あれから全く音沙汰はありません。何も購入しなかったので優先順位は果てしなく下だとは思いますが、淡い期待を抱いています。国によってウィッシュリストの有効期限が1年だったり2年だったりするみたいですが、興味があるのでこのまま待ち続けてみようと思います。また動きがあれば報告します。以上が2023年下半期のエルパトダイジェストでした。何もない時は本当に何もないんですけど、動いていればやはり出会いもあるということで、ありがたいことに今年はフランスでの年間2枠を使い切るいい出会いがありました。今後はエルパトのペースが少し落ちるかもしれませんが、またいい出会いがあれば動画にしようと思います。皆様ここまでご視聴いただきありがとうございました。良い一日をお過ごしください。